あと40分しか持ちません。怒号のような声が飛び交う救命フロアに飛び込んだ時、俺は思わず息を詰めた。暗闇を切り裂くサイレンの音がまだ頭の奥で鳴り響いている。担架に横たわるのは藤崎すみれ。たった今までスポットライトを浴び、客席を熱狂の渦に巻き込んでいた舞台女優だ。だが華やかな衣装はくしゃくしゃに乱れ、白い肌は青ざめ、薄く汗が滲んでいる。モニターの警告音が嫌に生々しく、彼女の限界を示していた。急いでオペ室の準備を。時間がありません。看護師たちが慌ただしく点滴や機材を引きずり、一刻を争う声が廊下にこだまする。どこか懐かしいはずの病院の空気なのに、ヒリヒリと神経を焼き付けるような緊張感が心臓にまで突き刺さる。オペって言ったって、誰がこんな難しいオペができるんだ。うちの病院じゃ。年配の医師が蒼白な顔でつぶやいた途端、張り詰めていた空気が一気に重たくなった。ベッド上の患者を示すモニターが耳障りな警告音を止めない。でも、このまま手をこまねいていたら。わかってるさ。だが、ここまで複雑な症例を扱える執刀医が今いないんだよ。若い医師たちはお互いの顔を見合わせるばかりで膠着状態に陥っていた。そんな沈黙を破ったのは俺の声だった。だったら、俺にやらせてください。思わず口を開いた俺の声は自分でも信じられないほどはっきりとしていた。一瞬全員の動きが止まり、廊下に重たい沈黙が落ちる。20分あれば十分です。俺が執刀します。視線が集まる中、俺は手のひらが汗ばむのを感じながらもう一度繰り返した。はぁ？何言ってるんですか？あなた弁当屋の人ですよね。若い医師の一人が露骨に眉を潜め、こちらを値踏みするような視線を向けてきた。しかし、俺のこの決断が俺の人生と病院の命運を大きく変えることになる。俺の名前は榊智也。かつては都会で働いていたが、ある事情から故郷へ戻り、今は実家の小さな弁当屋を継いでいる。もっとも、この町に戻ってきた当初は慣れないことばかりだった。母が長年営んできた店とはいえ、仕入れから調理、会計、清掃まで、ほぼ一人でやらなければならない。母は年齢のせいか体調が優れず、長時間立っていられないことも多く、自然と俺が店の切り盛りを任されるようになった。それでも、もともと料理には興味があったし、大学時代に健康や栄養について一通り勉強していたこともあって、食材選びやメニュー開発は意外に性に合っていた。俺が特に気を使うのは、弁当の栄養バランスだ。この店に来てくれるお客さんには、お年寄りや体調を崩しがちな人、あるいは忙しくて食生活が乱れ気味な学生や社会人が多い。そういった人たちができるだけ手軽に、そして美味しく栄養を取れるような弁当を作りたい。そんな思いがある。店頭では大々的に宣伝こそしていないが、俺のこだわりに気づいてくれた常連客たちが、ここは体に優しい、疲れが取れる、と口コミで言いふらしてくれたらしく、最近は少しずつ客足が増えてきていた。そんなある日の夜、店を閉める時間が普段より遅くなった。昼間からバタバタしていて、ようやく最後の食器洗いを済ませ、カウンターや床を拭き上げる。時計を見ると夜の10時を回っている。母はとっくに部屋へ引っ込んでおり、実質店内には俺しかいない。あとはシャッターを下ろして戸締まりをすれば終わりだ。冷え込む外の空気を感じながら店先の看板を外そうとドアを開けたその時、不意に視界の端で人影が揺れるのが見えた。街灯の少ない通りは薄暗く、店の明かりが弱々しく周辺を照らしているだけ。そんな場所に一人の女性が立っていた。いや、正確にはまるで力が抜けたかのように体が傾き、地面に崩れ落ちそうになっていた。反射的に俺は外へ飛び出す。彼女が地面へ膝をつく前に腕を取って支え込み、大丈夫ですか？と思わず声を張り上げた。近くで見ると、その女性はびっくりするほど整った顔立ちをしていた。まるでテレビや舞台の世界から飛び出してきたような華やかさをまとっているが、よく見ると唇の色が悪く、顔も白っぽくなっている。すみません、立ちくらみが、と弱々しい声。俺はそのまま彼女の肩を抱きかかえるように店へ誘導し、カウンター席へ腰を下ろしてもらった。ちょっと待っていてくださいね。すぐ温かいものを用意します。俺は急いでキッチンへ戻り、ポットにお湯を沸かしながら
冷蔵庫を覗き込む。こんな時間だから大掛かりな食材は出し尽くしてしまったが、残っている野菜や惣菜のストックで何か作れないか。貧血か疲労かはわからないけれど、とりあえず体を温めて少しでも栄養を補給してもらわないと危なそうだ。あれこれ考えつつ、なるべく短時間で調理できるものを頭の中で組み立てる。幸い、定番の煮物と味噌汁の具材がまだ少し残っていた。それに、ひじきや切り干し大根の煮付け、ほうれん草もある。鉄分やミネラルが不足している時には、こういった食材が効果的だ。俺はさっと手を動かして味付けを整え、湯気の立つ味噌汁や小鉢をトレーに乗せて彼女の元へ運んだ。申し訳ないです。こんな時間に大したものは作れないんですけど、よかったら食べてみてください。温かいお茶もありますので。彼女は、すみません。助かります。と、申し訳なさそうに頭を下げ、スプーンを手に取った。最初は遠慮がちだったが、一口味噌汁を飲むと、ほっとした様子で、小鉢にも箸を伸ばしてくれた。そのうち、頬に少しだけ赤みが戻り、息をつくたびに、おいしい。生き返るみたい。と、小さな声で漏らすのが聞こえる。俺は心の中で安堵しつつ、少しだけ照れくさい気分になる。もともと誰かのために料理をするのは好きだが、これほど素直に喜ばれると、やりがいを感じずにはいられない。しばらくして、彼女はゆっくりと顔を上げた。ありがとうございます。こんな遅い時間にご迷惑かけて。私、藤崎すみれって言います。一応舞台女優をやってるんですけど、今日は稽古が遅くまであって、無理がたたっちゃったみたいで。そう言って笑う顔には、先ほどまでの青ざめた色はない。明らかに疲労の痕跡はあるものの、その美貌と存在感は、俺の言葉をしばし奪うほどだった。舞台女優ですか。すごいですね。俺は榊。この店の、一応店主というか、うち狭い店ですから、普段はあまり夜遅くまで開けてないんですけど、今日は片付けが押しちゃって残ってたんです。そう説明すると、彼女は少しほっとした表情で首を振った。でも本当に助かりました。今日の稽古ハードだったんです。私貧血気味だし、最近あまりちゃんと食べられてなくて。そこで思い出したかのように、彼女は弁当屋の店内をぐるりと見回した。こんなところに弁当屋さんがあるなんてずっと気づかなかったな。今度またちゃんとお弁当を買いに来てもいいですか？今日の料理すごく体に染みる感じがして。彼女の声にはどこかすがるような響きがある。きっと本番が近い舞台女優にとって体調管理は重大なのだろう。もちろんいつでも。うちは派手な店じゃないんで正直あまり目立たないですけど、最近は栄養バランスにこだわった弁当を作ってるんです。近所の常連さんがちょっとずつ増えてきて、もしよければ何かリクエストとかあれば考えますよ。そう答えると彼女は嬉しいと安心したように笑う。その笑顔はさっきまでの不調が嘘のように明るく、確かに舞台役者ならではの華やかさを感じさせる。だがその奥にかすかな影も見えた。過度なスケジュール、プレッシャー、表には出さずともいろいろと苦しんでいるのかもしれない。俺なんかが軽々しく踏み込める世界じゃないが、せめて弁当くらいなら協力できるかもしれない。栄養不足や疲労が原因で倒れてしまうのは、やっぱり見ていて辛いから。それじゃあ、今日は本当にありがとうございました。また改めて、ちゃんと食事しに来ますね。と言って、すみれさんは礼儀正しく頭を下げる。俺は、夜道気をつけてください、としか言えず、彼女を戸口まで見送った。こんな遅い時間だから、タクシーを呼ぼうかと一瞬思ったが、あまり過保護にしすぎるのも失礼かもしれない。彼女には彼女なりのプライドがあるだろうし、俺はただの弁当屋の店主に過ぎないのだから。その夜はなかなか寝つけなかった。布団に横になっても、すみれさんの儚げな姿が頭から離れない。舞台の世界なんて、俺には縁遠い話だが、どこかで彼女の公演を見たら、もしかしたら、すごい演技をしているのかもしれない。そんなことを考えると、ちょっとだけ胸がワクワクした。いつもは静かな夜が、妙に落ち着かない。翌朝、いつもと同じように弁当の仕込みを始める。米を炊き、出汁を取り、野菜を下ごしらえ。手間はかかるが、この作業を通じて、人の体を支えられると思うと、苦にならない。特に最近は、疲れが取れると好評の副菜を考案したところ、若いサラリーマンや塾帰りの学生が週に何度も買いに来るようになった。俺はご飯の盛り方や
食材の組み合わせに気を使いながら、カウンターの外から注文を受けては、黙々と弁当箱を詰めていく。そんな風に、いつもの朝の仕込みをこなしながら、ふと昨日のことを思い返していた。舞台女優の藤崎すみれ。あの夜、倒れかけていた姿は印象的だったが、彼女は、また来ますねと言っていた。もっとも、一度会っただけの客が、本当に裁縫してくれるかなんてわからない。俺は言葉通り、訪れてくれればいいなと思いつつも、そう簡単には会えないだろうと、どこかで諦めもしていた。ところが、ある日を境に状況は変わった。いつものように昼のピークが過ぎ、店内が落ち着きを取り戻した頃、母が、あら、いらっしゃいませ、と奥から声をかける。その声につられて、厨房から顔を出すと、カウンターにいたのはすみれさんだった。こんにちは。また来ちゃいました。少し照れくさそうに笑う彼女の方は、あの日に比べると随分血色がいい。もしかして、あの時進めたバランスのいい食事が、多少なりとも効果を出しているのかもしれない。そう考えたら、俺までなんだか嬉しい気分になった。どうですか、隊長は。無意識にそんなことを口走ってしまい、内心で失礼だったかなと少し焦る。でも、すみれさんは、最近随分楽になった気がするんです、と明るく答えた。舞台稽古はやっぱり大変なんですけど、前ほど貧血にならないし、疲労感も軽くなった気がして、ちょっと大げさだけど、ここのお弁当のおかげだと思ってます。にこりと笑ってそう言われると、素直に嬉しい。料理人冥利に尽きるというか、体に優しい弁当作りにこだわりを持ってやってきてよかった、と実感できる瞬間だ。今日はどんなメニューがありますか？すみれさんはカウンター越しに今日のラインナップを興味深そうに眺めている。和風のおかずから揚げ物まで、いろいろ置いてはいるものの、うちはこじんまりした店だ。大手のチェーン店みたいな派手さはない。俺は、よかったら、疲れ気味の人向けに考えたお弁当があるんだけど、と声をかけた。栄養バランスを重視しつつ、食べ応えもあるように組んだセットだ。鶏肉と野菜をうまく組み合わせ、ビタミンやミネラルを意識した副菜もつけている。弁当の容器に炊きたてのご飯とおかずを詰めて手渡すと、すみれさんは嬉しそうに蓋を開けて香りを確かめ、あ、なんだかほっとする匂い、と小さくつぶやいた。そのまま店内の小さなイートインスペースに腰掛けると、一口、また一口と味わいながらゆっくり食べ始める。食べっぷりを見ているだけでも彼女が回復していると分かって安心した。それからというもの、すみれさんは公演や稽古の合間を見つけては店に立ち寄るようになった。朝一の仕込みが終わる頃に来ることもあれば、昼のピークが過ぎたタイミングでひょっこり顔を出すこともある。彼女のスケジュールはまちまちだが、来店するときはほぼ必ずうちの弁当を買って差し入れに使ったり、自分の栄養補給用にしたりしている。すみれさん、いつもありがとう。最近役者さんやスタッフさんまで来てくれるようになったよ。ある日、店の奥から出てきた母がそう声をかけた。実際、すみれさん経由の紹介で訪れるお客さんが増えてきている。例えば、同じ舞台に立つ若い俳優やスタッフ陣、さらには裏方のメイクさんなんかも、夕方の忙しい時間帯にまとめて弁当を買いに来てくれる。すみれちゃんから話は聞いてて、疲労回復にいいと評判だってね。うちの役者仲間がみんな体力勝負だからありがたいんだよ。口々にそう言いながら、しっかり複数個の弁当や副菜を持ち帰っていく姿は、俺の心を大いにくすぐる。こだわりのある弁当を作り続けてきた甲斐があったというものだ。そんな風に評判が広まったせいか、最近は店を閉める時間がどんどん遅くなっている。昼と夕方のピークを過ぎても、夜公演を終えたスタッフや関係者が来ることもあるからだ。母は、忙しくなったね。嬉しい悲鳴だわ。と言いながら少し腰をさすっている。俺も調理と接客を一人で回すのは大変だけど、疲れ以上にモチベーションが高まるのを感じる。どこか懐かしい活気と達成感が体の奥底から湧き上がってくるのだ。すみれちゃんに感謝しないとね。うちの店がこんなに賑やかになるなんて。母はそう言うが、当のすみれさんはまるで人事のように、いえいえ、私も助かってますから、と笑う。実際、弁当に助けられているのは彼女の方かもしれないが、その相乗効果として店の評判も上がっているわけだから、誰も損はしない。なんともありがたい巡り合わせだ。そんなある日、昼の混雑をなんとか乗り切り、店内がようやく落ち着きを取り戻した頃だった。俺は
追加の仕込みを終えて厨房から顔を出し、お疲れ様です。次のお客さんどうぞ、と声をかける。すると扉が開き、見慣れた細身のシルエットが差し込む光の中に浮かんだ。こんにちは。ああ、やっと座れる。すみれさんだった。以前この店で倒れそうになったのが嘘のように、今はすっかり顔色も良くなっている。とはいえ、目の下にうっすらとクマがあるのは忙しさの証拠だろう。俺はカウンター越しに、今日も稽古お疲れ様、と声をかけると、彼女は笑顔を浮かべながら、イートインスペースの一角に腰を下ろした。もうヘトヘト。昨日から続けて立ち稽古があって、休憩中も衣装合わせやら何やらでバタバタしてて。テーブルに肘をつき、ため息混じりでこぼすすみれさん。いつもより少し疲れた様子だ。俺は、じゃあ栄養たっぷりのメニューを出してあげないとな、と言って調理場へ足を運ぶ。先ほど作ったばかりの鶏肉と根菜の煮込みに雑穀米の弁当でも組み合わせれば疲労回復にはぴったりだろう。はい、お待たせ。とりあえずこれ、野菜も肉もバランスよく取れるから食べてみて。彼女の前にトレーを置くと、すみれさんは嬉しそうに笑みを深め、ああ、いい匂い。と箸を手に取った。一口目からほっとした表情が伝わってくる。それを見ているだけで、俺まで満たされそうな気持ちになった。そうだ、ついでにこれも。と、俺は店で売っている惣菜をいくつか詰め合わせた小さなパックを差し出す。おひたしや煮物など、すみれさんが普段あまり買わない副菜を多めに盛り込んである。え、こんなに？注文してないけど。うちの気持ち。最近すみれさんのおかげで、劇場関係者の人たちがたくさん来てくれて、こっちはすごく助かってるんだ。もしよかったら、家に帰った時にでも食べて。夜遅くなるなら、温め直せばいいし。すみれさんは一瞬驚いた顔をしたが、すぐに、ああ、嬉しい。ありがとうございます。と、笑顔になった。確かに、ここで食べない時は帰宅が夜中になることも多くて、そんな時に一人でご飯作る気力なんて残ってなくて。だよね。だからこれがあれば少しは役に立つかなって思って、しっかり食べないとまた倒れちゃうかもしれないし。俺が冗談めかして言うと、彼女はくすりと微笑んだ。実は、今度の舞台で初めて主役をやらせてもらうことになったの。まだ小劇場の規模だけど、私にとっては大きなチャンスで。へえ、それはすごいじゃないか。おめでとう。ありがとうございます。だけど、正直言ってプレッシャーが半端なくて、今まで脇役やアンサンブルばっかりで、どんなに頑張っても目立たなくて、ようやく掴んだ主役だから、絶対失敗はできないなって。すみれさんは箸を置き、両手でマグカップを包むように持って小さく息をついた。華やかな舞台に立ってると、美人でいいねとか、どうせすぐ売れるでしょとか言われるの。でも、そんな風に言われても実際は全然甘くないし、私も目立たなくて、今回、やっと主役をやらせてもらえるのが嬉しい反面、周囲の期待や視線が重たくて、たまに押しつぶされそうになっちゃうんだよね。しんと静まる店内。午後のピークが過ぎて、常連客が一服しているくらいの時間帯だから、店の中も落ち着いている。俺は改めて、目の前のすみれさんを見つめた。彼女は確かに美しく、オーラもある。けれどそれだけに、人知れず抱えてきた苦労も多いのだろう。でも、最近は本当に助かってるの。すみれさんは顔を上げて、俺の目をまっすぐ見つめる。ここに来て、ちゃんとしたご飯が食べられるようになったら、自然と集中力も上がったっていうか、あまり無理にダイエットしなくてもいいと思えるようにもなったし、舞台での動きも随分良くなったって、みんなに褒められるようになったの。そう言いながら、彼女は少し照れるように笑った。その笑顔を見ていると、俺も嬉しくなる。そっか、それはよかった。体を酷使する仕事だろうから、ちゃんと食べて休むのが一番大事だよ。体調を崩したら舞台に立てなくなるんだから。うん。まさに体は資本だよね。自分じゃ分かっていても、忙しいとついおろそかにしちゃうんだけど、ここのお弁当を知ってからは、ちゃんと食べるってことが習慣になった。俺は、そう言ってもらえると作りがいがあるよ、と、さりげなく言葉を返す。だが、その胸の内には、じんわりとした温かさが広がっていた。その時、すみれさんが、そうだと言って、バッグをごそごそと探し始めた。よかったらこれ。恥ずかしそうに取り出したのは2枚のチケットだった。舞台のフライヤーが挟まれていて、日程と会場、そして大きく印刷された藤崎すみれ主演の文字が目に入る。
もし忙しくなかったら見に来て。今の私があるのは、榊さんのお弁当の力が大きいから。だから、そのお礼と言ったら変だけど、舞台を直接見てほしいなって。差し出されたチケットを見つめながら、俺は少し言葉に詰まった。まさか、彼女から舞台に招待されるなんて、想像していなかったからだ。いいの？こんな俺なんかが。もちろん、もしよければお母さんもぜひ、主役として立つ舞台を見てもらえたら、私、もっと頑張れると思うから。すみれさんは顔をあからめながら、しかし、はっきりとそう言った。そばにいた母が、まあ、嬉しいこと。どうするんだい、友也。と、楽しそうに笑っている。俺は、そうだな。ぜひ見に行かせてもらうよ。ありがとう。チケットを受け取りながら答えると、すみれさんは心底ほっとしたような笑顔を浮かべる。少し潤んだ瞳が、いかにも彼女が心から喜んでいることを物語っていた。それならよかった。なんだか緊張してきちゃった。チケット渡しただけでこんな調子だと、本番はどうなっちゃうんだろう。すみれさんは照れ隠しに笑いながら、再び箸を手にして弁当に向き合った。横顔には確かに疲労の影も見えるが、それより大きな希望があるのだろう。彼女は自分の力で掴んだ主役という大舞台に人生をかけるつもりで臨んでいる。その覚悟が伝わってくるようだった。食事を終え、持ち帰り用の惣菜パックをカバンにしまったすみれさんは、いつもありがとう。今日は本当に助かりました。と深々と頭を下げる。俺は応援してるよ。無理しすぎないようにな。と声をかけた。頑張るね。そう言い残して店を出るすみれさんの背中は以前よりもずっと強く、そしてたくましく見えた。思わず応援したくなる存在感をまとい始めている。俺は厨房へ戻ってまだ売り切れていない惣菜の在庫を確認しながら、ふとチケットに目をやった。日付はもうすぐそこまで迫っている。忙しい時期に被りそうだが、それでもなんとか都合をつけて見に行きたい。どんな舞台なのか、そして主役として輝くすみれさんがどんな演技を見せるのか、素直に楽しみだ。あんたも嬉しそうだね。母がニヤニヤしながら茶化すように声をかけてきた。俺はうるさいなと言い返しながらも、何とも言えない照れくささがこみ上げてきて、正直動揺していた。すみれさんがこんな俺を頼ってくれるなんて思いもしなかったからだ。ところが、その日を境に、すみれさんがピタリと店に姿を見せなくなった。朝早くから夜遅くまで忙しいのだろうかと思いながらも、さすがに1週間、2週間と顔を見ないと心配になる。せっかく公演が近いというのに、体調を崩していなければいいが、だが、俺から連絡を取る手段もなく、ただやきもきしながら店を開け続けるしかなかった。そんなある日の夕暮れ、仕入れ先の商店街へ足を伸ばした帰り道で、思いがけず、すみれさんにばったり出くわした。俺は思わず声をかける。いやあ、久しぶり。すみれさんは一瞬、どこか気まずそうな顔をした。最近来ないから心配してたけど、体は大丈夫？大丈夫。ありがとう。ちょっと忙しくって。と答える。その顔色は前よりだいぶ悪く、以前うちの弁当を食べるようになってから、明るくなっていた肌ツヤがすっかり影を潜めてしまったようだ。本当に平気か？顔が少し青いような。俺が問いかけようとした矢先、すみれさんの背後から鋭い声が飛んできた。こんなところにいたのか、すみれ。振り返ると、そこには威圧感のある男が立っていた。スーツ姿で背が高く、髪は完璧にセットされている。明らかに普通の通行人とは違う雰囲気をまとい、周囲の空気を一瞬で変えてしまうほどの存在感だ。俺はとっさに眉を潜めつつ、どこかで見覚えがあるような気がして息を飲んだ。すると、相手もこちらの顔を見て目を見開く。お前、まさか、榊か？その声に聞き覚えがあり、俺はハッとする。まさか、こんな場所で再会するとは夢にも思わなかった。男は一瞬きょとんとした顔をしていたが、すぐに含み笑いを浮かべ、信じられないというように首を横に振る。はは、笑えるな。お前がこんなところで何してるんだよ。ずいぶん久しぶりだな。言葉だけを取り上げれば、懐かしさも感じさせるが、実際は鋭い目つきと、鼻で笑うような態度が明らかに無別の色を帯びている。昔からそうだったが、この男の言葉には、常にトゲがあった。俺も思わず背筋がこわばってしまう。西園寺か。こっちのセリフだよ。まさかこんなところでお前に会うなんて思わなかった。
お前、今何してんの？彼は俺を寝踏みするように見ながら言った。俺は、まあ、こっちで店を継いだんだ。ちょっとした事情があってな。簡単に答えると、西園寺は軽蔑した笑みを浮かべた。店？お前が？そうか。そういやお前の実家弁当屋って言ってたな。落ちぶれたもんだな。真面目に働いているようで何よりだけど、まさかこういう形で再会するとはな。すみれさんが、二人って知り合いだったの？と、不思議そうに首をかしげた。俺は一瞬言葉に詰まった。どう答えればいいものか。もともと、積極的に人に言いたいような関係ではないし、下手に事情を話す気もなかった。すると西園寺は、まるで、面白いものでも見つけたかのように鼻を鳴らす。さあね、こんな貧乏人の知り合いなんていたっけかな？俺は覚えていないけど。相変わらずの高圧的な口調に、俺は返す言葉を探して唇を噛む。昔からこいつの傲慢な態度は鼻についたが、今再び目の前で聞かされると、やはり腹立たしさは増すばかりだ。すみれさんは、瞬きを繰り返して困惑している。しかし、すみれが最近よく通ってた弁当屋がお前のところだったとはね。貧乏臭い飯ばっか食ってるから痩せたんだろ。ほら、俺とうまいもん食いに行こうぜ。西園寺はあからさまに見下すような笑みを浮かべ、すみれさんの腕を取る。だが、その仕草に、すみれさんがほんの少し嫌そうな表情をしたのを、俺は見逃さなかった。やめろよ。無理に誘うのは。彼女には栄養のある食事が必要なんだ。最近体調を崩してたのを知らないわけじゃないだろ。俺がとっさに止めに入ると、西園寺はわざとらしく吹き出した。なんだお前。彼女の栄養士気取りか？悪いけどな。俺はこいつの彼氏なんだよ。なあ、すみれ。え？思わず言葉を失う俺に構わず、西園寺はすみれさんをぐいと引き寄せる。彼女は少し顔を伏せ、言いづらそうに視線を外した。それに、お前なんか勘違いしてね。こいつが今主役張れてるのは誰のおかげだと思ってるんだ？サポートしてやってるのは俺だろ。俺のコネクション使ってさ、監督に頼んでやったの誰だと思ってんだよ。俺に尽くすのは当たり前だよな。さあ行くぞすみれ。言い捨てるようにそう告げると、西園寺はなおも強引に彼女の腕を引っ張る。俺は胸がざわつき、もう一度止めたい衝動に駆られるが、すみれさんは申し訳なさそうに一瞬だけこちらを振り返っただけで、西園寺と共に足早に歩き去っていった。すみれさん。呼びかけても、その背中はもう遠い。街の喧騒に紛れて姿が消えるまで、俺はただ立ち尽くすしかなかった。後に残るのは苛立ちと、彼女の沈んだ横顔に対するどうしようもない心配だけだ。あれから何もできないまま数日、数週間が過ぎていく。店はいつも通りに開けている。朝の仕込みから夜の片付けまで、忙しさにかまけていると、あっという間に一日が終わる。常連客も少しずつ増え、街の人々も俺の弁当を口にしては喜んでくれる。それは嬉しいことなのに、どこか心の奥がぽっかりと開いたような感覚が消えない。すみれさんは今どうしているだろうか。体調を崩していないか、無理をしていないか。気にはなるが、連絡を取る手立てもない。彼女の舞台仲間やスタッフが時々うちの店に来ることはあったものの、誰も彼女の詳しい様子は語ってくれなかった。舞台が近づいているのは間違いない。でも、その準備がどう進んでいるのか、すみれさん自身がどんな状態なのかは、まるでわからなかった。そんなある日の夜、店じまいを終え、母と夕飯をとっていると、食卓に置いてあったテレビから思わぬニュースが流れてきた。ただいま、話題沸騰中の新作舞台、主演の藤崎すみれさんの熱演が大絶賛。初日から連日の満員御礼で大成功を収めています。画面には明るいライトを浴びながら、堂々とセリフを言うすみれさんの姿が映し出される。初日公演の様子らしく、彼女は華やかな衣装を身にまとい、確固たる存在感で観客を魅了していた。報道によると、舞台は始まったばかりなのに、早くも関係者の間で今年一番の力作だと絶賛されているらしい。これまで脇役やアンサンブルが多かった彼女が主役として堂々と舞台を引っ張っている。その事実だけでもきっとすみれさんは誇らしく思っているだろう。だけど、画面越しに見た彼女の顔色は俺には明らかに悪く見えた。ライトのせいで分かりづらいかもしれないが、頬が痩せ、目の下にクマがうっすらと浮かんでいる。
いつもは透き通るように綺麗だった肌のツヤも、どこかくすんでいるような、映像の中ですらそれがわかるほど、彼女は相当疲弊しているに違いない。友也、どうしたの？箸が止まってるわよ。母の声ではっと我に返る。俺はテーブルの上の茶碗に視線を落としたまま、頭の中をすみれさんの映像が駆け巡っていた。あれほど疲れている顔なのに、見事な演技で観客を沸かせている。大した根性だと感心する一方で、俺は強い危機感に襲われていた。このまま放っておいたら、彼女は本当に危ないかもしれない。舞台は連日行われる。主役である彼女が休める時間など、ほとんどないはずだ。しかも、稽古や取材、スポンサーへの挨拶回りだってあるだろう。ますます追い込まれるのは目に見えている。彼女を何とか支えてやりたい。でも、どうすればいい？俺は翌朝、いつも通り開店前の仕込みをしながら、一つの決断をする。舞台に差し入れを持っていこう。たとえ直接は会えなくても、弁当を渡すくらいなら何とかなるかもしれない。体調を崩しがちな人用に作ってきたバランス弁当。すみれさんが再び倒れてしまう前に、せめて少しでも彼女の体を支えられる栄養を届けたい。そして初日から数日後、上演が始まる夕方を狙って、俺は劇場へ向かった。普段、駅前の大きなホールにはあまり縁がないが、看板にはすみれさんが主演の舞台の大きなポスターが飾られている。ポスターの中の彼女は痩せて見えはするものの、やはりオーラを放っていた。受付でチケットを購入し、カウンターに預けるための差し入れを取り出す。大きめの袋に弁当を数個、そして簡単なおかずセットや栄養補給に役立つドリンクなども詰めてある。余分に入れてあるのは、もし彼女がスタッフや共演者に分けたいと思った時に困らないように。そんなささやかな気遣いだ。関係者席の受付に行くと、受付の女性が目を丸くする。わあ、たくさん。藤崎さん宛ての差し入れですね。お預かりしますね。そう言って優しく微笑んでくれた。俺はホットアンドし、開演までロビーで少し待つことにする。間もなく客席への案内が始まり、チケットを切ってもらって中へ入った。思った以上に大きな劇場で、すでに席は8割方埋まっている。すみれさんが主役を張る公演が、これほどまでに集客できるなんて正直驚きだった。俺は客席の一角に腰を下ろし、胸の奥で高まる緊張を感じながら開演を待つ。そして幕が上がった。一瞬にして世界が変わる。舞台上はきらびやかな照明に照らされ、演者たちが生き生きと動き回る。その中心に立つすみれさんは、客席から見てもわかるほど憔悴した表情。ではあるものの、不思議なほど迫力に満ちた声と所作で観客を引き込んでいく。彼女がセリフを放てば空気が揺れ、その立ち姿だけで視線を一身に集める。ああ、やっぱり舞台が好きなんだな、と改めて痛感する。体はギリギリかもしれない。それでも輝きを失わないこの姿を見れば、誰だって彼女のファンになってしまうだろう。舞台女優としての彼女は本当に美しく、そして強い。物語が終盤に差し掛かると、劇場内には完全にすみれさんを中心とする緊迫感が漂い、やがてクライマックスでは、その名演技に客席中が固唾を飲んで見守る。そしてラストシーンへと繋がると、一瞬の静寂の後、割れんばかりの拍手喝采が湧き起こった。まるで客席全体が熱狂の渦に巻き込まれたようだ。何度も続くカーテンコール。すみれさんはその度に汗を拭いながらステージに戻り、笑顔でお辞儀をする。けれど、ライトを浴びるその顔はやはり青白く、遠目から見ていても全身の力がギリギリの状態だとわかるほどだった。終演後、大満足の拍手に包まれ、客席からの熱気がまだ冷めやらぬまま、俺はロビーに出る。すると、一人のスタッフがこちらに歩み寄ってきた。名札には、舞台制作スタッフと書かれている。すみません。もしかして先ほど、藤崎さん宛ての差し入れを持ってこられた方ですか？ええ、そうですが、スタッフは安心したように微笑み、実は、藤崎さんがお話ししたいとおっしゃっていまして、もしお時間がありましたら、楽屋まで来ていただけますか？思わぬ言葉に驚く。差し入れを預けるだけで帰るつもりだったのだが、まさか本人が会いたがっているとは。胸が高鳴るのを感じながら、スタッフに案内されるまま、楽屋口へ向かう。そこには幾重もの扉があり、廊下には大勢の出演者や関係者が行き来していた。スタッフが軽くノックをして、藤崎さん、お連れしました。と声をかけると、
中から、どうぞ。というかすれた声が聞こえる。扉を開けて部屋に入ると、椅子に腰掛けたすみれさんがタオルを首にかけ、細い息をついているところだった。メイクは落としていないようだが、目の下のクマはライトがない分余計に目立つ。顔には大量の汗が滲んだままで、その様子だけでコンディションの危うさが伝わってきた。差し入れありがとう。あなたの作るものを食べるの久しぶり。俺が持参した弁当を見つめながら、すみれさんは弱々しく笑う。舞台上では豪快なまでの声量と存在感を放っていたのに、今目の前にいる彼女は、その分だけ心も体も消耗しきっているようだった。カーテンコールを何度も受け、鳴りやまない拍手に応え続けていたのだから、無理もない。それでも、客席で見た彼女の演技は本当に素晴らしかった。まるで舞台の上で生きるために生まれてきたような、そんな圧倒的な輝きを放っていた。すごかったよ。あんなに迫力のあるステージ、初めて見たかもしれない。主役に抜擢されたのも納得だ。素直な感想を伝えると、すみれさんはちょっと照れたように笑う。ありがとう。正直、ここまで大きな拍手をもらえるなんて夢みたい。でも、実際は、かなり無理をしてて、稽古も追い込みで寝る時間がほとんどなくて、栄養バランスを考えた食事も、しばらく取れてなかったの。そう言いながら、彼女は弁当の蓋を少し開けて香りを確かめる。ほっとするような和風の匂いが楽屋の空気をほんの少しだけ優しくしてくれたみたいだ。それに、思うようにあなたの店にも行けなくなっちゃって、ごめんなさい。いや、謝らなくていい。俺はただ、また倒れたりしないかって心配してただけだよ。さらりと答えつつも、本当はずっと気がかりだった。連絡手段もなく、体調のこともわからずにいて。でも、こうして今、少しでも笑顔が見られるなら、来てよかったと思う。すみれさんは、弁当の中身を見つめたまま、申し訳なさそうにそっと目を伏せた。この舞台にかける気持ちは本当で、今日は結果を残せたって自信もある。でもね、西園寺さんは私にとって大事な支援者でもある。あの人の力がなかったら、今回の主役はつかめなかったかもしれない。だから、逆らえなかったの。そう打ち明けるすみれさんの声には、苦渋と諦め、そして、ほんの少しの後悔が混じっているように聞こえた。俺は黙って耳を傾けながら、彼女がこれまで抱えてきた葛藤を痛感する。きっと、簡単には切り捨てられない事情があるのだろう。彼女は舞台女優として生きるために、どうしてもスポンサーの支援が必要だ。それは理解できる。でも、そのせいで無理を重ねて、体を壊すようなことになれば本末転倒だ。もう大丈夫なのか？顔色がちょっと悪いようにも見えるけど。そう尋ねると、すみれさんはほんの少しだけ目をそらす。大丈夫って言いたいところだけど、実は昨日から熱があって、今日まではなんとか乗り切れるように栄養ドリンクでごまかしてきたんだけど、正直ギリギリ、久しぶりにあなたの弁当を食べられるって知ったら、安心してどっと疲れが出ちゃったのかな。ごめんね。少しだけ休ませて。すみれさんは蓋を開けた弁当の傍らで力が抜けたように肩を落とす。俺は無言のままタオルと常温のペットボトルを手渡した。これで体を冷やしすぎないようにして。本当はすぐにでも横になってほしいけど。すると、そのタイミングでスタッフの一人が扉をノックして、そろそろ次の挨拶回りをお願いします。と声をかけてきた。公演後の挨拶は主役としての重要な仕事だ。関係者やファンが多数詰めかけているだろう。すみれさんは一瞬迷うように目を閉じたが、やがて仕方ないという風に小さくうなずく。わかった。すぐ行きます。本当にごめんね。ゆっくりお話ししたいのに。そう言いかけて、彼女はふとこちらを振り向いた。何か決意を固めたような眼差しだ。俺はその視線に自然と息を飲む。あれから考えた。私、あなたのことが。小さくかすれる声。それでも、胸の奥にまっすぐ届く重みがあった。何を言おうとしているのか、どんな思いを伝えたいのか。その続きを待つ俺の目を見つめながら、すみれさんはほんの少しだけ顔をあからめ、だけど真剣な表情で口を開く。あなたのことがすごく大事。こんな言い方じゃダメかな。うまく言えないんだけど、私にとってすごく特別な存在になっているの。今まで私に近づいてくる人は、大抵外見だとか、アクセサリーみたいに扱うだけだった。だけど、
智也くんは違うでしょ。私のことをちゃんと一人の人間として見てくれる気がして、智也くんの前だと初めて素の自分でいられるような気がする。飾らない私のこともちゃんと受け止めてくれる人なんだなって思えたの。その言葉に俺の心臓は大きく跳ねた。舞台の主役として燦然と輝いていた彼女が、今はまるで不安な少女のように俺を見つめている。強さと弱さを併せ持つ瞳が偽りじゃない思いを伝えてくる。でも今はまだいろんなものに縛られてる。私一人じゃどうにもできなくて。そこまで行ったところで再びスタッフが呼びに来る。すみれさん、皆さんお待ちです。さすがに待たせ続けることはできない。彼女は申し訳なさそうにそっと口をつぐむと、一度こちらに頭を下げ、椅子から立ち上がった。ごめん、行くね。お弁当は後でゆっくり食べる。本当にありがとう。来てくれてすごく嬉しかった。弱々しい笑みを浮かべながら、すみれさんは楽屋の扉を開けて出て行った。だが、その瞬間、まるで足元の力が一気に抜けたかのように、彼女はふらりとよろめき、そのまま崩れ落ちるように倒れ込んでしまう。すみれさん、しっかりしろ。俺はとっさに彼女の名を呼びながら駆け寄り、肩を支える。周囲にいたスタッフたちも慌てて集まり、悲鳴や叫び声が入り混じる中、あっという間に楽屋前は騒然となった。救急車を手配してくれ。急いで。俺はスタッフに向かって声を張り上げる。すみれさんの額に触れると、嫌なほど冷たい汗が流れていた。意識はもうほとんどないようで、呼吸が浅く、脈も乱れがちだ。ほどなくして、救急隊員たちが担架を携え到着し、すみれさんを素早く乗せて、搬送の準備を始める。だが、俺の顔を見た救急隊員の一人が、息を飲むように言葉を失った。あなたは。今は構ってる時間がない。大学病院に運んでくれ。そこなら最適な処置ができるはずだ。大声でそう伝えると、救急隊員もはっと我に返り、素早く救急車へすみれさんを乗せる。周囲にいるスタッフや劇場関係者はみんな不安そうな面持ちで見送っているが、今はただ、1秒でも早く適切な治療を受けさせることが先決だ。走り去る救急車の後部ドアがバタンと閉まり、サイレンの音を響かせながら夜の街へ消えていく。俺は高まる鼓動を抑えつつ、救急車と同じルートで大学病院に向かおうと足を踏み出した。不安と焦燥を抱えながらも、俺は意を決して車を走らせる。どうか間に合ってくれ。ただ、その願いだけが胸を強く叩いていた。病院の救急外来に到着すると、すみれさんを乗せたストレッチャーがスタッフの掛け声とともに一気に運び込まれていった。こちらへ、ベッドを用意して。点滴と酸素、モニターの準備急いで。若い看護師たちが声を張り上げ、指示を飛ばし合いながらドタバタと動く。ほどなくして、病院の医師たちが数名駆けつけたが、みんな深刻な表情で、モニターやカルテを確認し、互いに情報を共有している。緊迫した空気の中、若い医師たちが一刻を争う様子でモニターを睨み、カルテを覗き込みながら情報を交換する。その合間にも、すみれさんの容体を示すアラームが断続的に鳴り響き、耳障りなほど不穏な警告音を立てていた。これ、かなり危険な状態だぞ。内臓への負担が限界を超えている可能性が高い。出血の恐れもある。急いで精査が必要だが、時間がない。一人の医師が苦い顔で振り返る。額にうっすら浮かぶ汗が、この状況の深刻さを物語っていた。もうあと40分ほどしか持たない。適切な処置ができなければ、手遅れになるかもしれない。そんなやりとりが飛び交う中、ロビー奥の方からバタバタと足音が近づいてくる。慌ただしくドアを開けて姿を現したのは、白衣に身を包んだ西園寺だった。彼もまた、エリート医師としての顔を持っている。何があった？すみれはどういう状態なんだ？明らかに焦りと苛立ちをにじませながら、西園寺は若い医師たちを睨むように見ます。普段の傲慢な態度とは違い、さすがに動揺が隠せない様子だ。俺が執刀する。設備を使わせてくれ。白衣のポケットに手を突っ込みながら、西園寺が声を張り上げる。言葉だけを聞けば頼もしいが、その表情には明らかに焦燥感があり、冷静さを欠いているようにも見えた。お前ら、何を渋ってる？早くオペ室の段取りをしろ。西園寺は、苛立ちを隠せないまま、苛烈な口調で命令する。しかし、その背後でモニターを確認していた医師が、眉をしかめながら小さくつぶやいた。すでに彼女の容体は危険すぎる。術式も難易度が高いし、時間もない。下手に突っ込めば一発で取り返しがつかなくなるかもしれない。
言葉には出さなかったが、そこには西園寺が冷静さを欠いている以上、万が一のミスもあり得るというみんなの不安があった。そんな状況を見かねて、俺は一歩前へ出る。俺にやらせてくれ。オペを担当する。患者を救える可能性があるなら、それにかけてほしい。実は、俺はこの大学病院の外科医として手術をこなし、非常事態にも迅速に対応してきた経験がある。今は第一線を退いているが、道具さえ揃っていれば、今すぐにでも出頭できる自信はある。ふざけるな！お前なんかにやらせるわけないだろ。西園寺が怒鳴るように俺を睨みつける。お前がこの病院で何をやらかしたか分かってんのか？医療ミスして追い出された外科医だろ？すみれをそんな奴に預けられるか？その罵声に眉を潜めたのは、奥から姿を現した病院の院長。西園寺の父親だった。院長は、苦渋の表情を浮かべながら、叫び散らす息子へ、低い声で諌めるように言う。翔、いい加減にしろ。今は患者の命が最優先だ。でも父さん、こいつに任せるなんて正気の沙汰じゃない。西園寺は納得できない様子で、院長に食ってかかるが、院長は一歩も引かずに肩を落としながら告げた。他に選択肢があるのか？この病院で今すぐ手術ができる外科医は、今ここにいる榊くんしかいない。彼がいなければ、すみれさんを救う手立てはないんだ。このまま何もしなければ、彼女の命は40分も持たない。リスクを覚悟で踏み出すのが医療ではないのか？黙りこくる西園寺。しかし、その胸中には焦燥と怒りが渦巻いているだろう。実際、俺にしても失敗は許されない。けれど、そのプレッシャーを恐れて手をこまねいていては、すみれさんの命が危ないままだ。時間がない。準備しよう。院長がきっぱりそう言い、俺は必要な設備や人材の手配を他の医師たちに指示する。まるで、長い間封印していた自分が一瞬にして呼び起こされていくようだ。手のひらがじっとりと汗ばんでいるが、心は不思議と落ち着いている。この瞬間のために自分は長く修練を積んできたのだ。連れ込まれたすみれさんは手術室で、すでに麻酔回路による術前準備に入っていた。モニターの数値を横目で確認し、俺は急いでガウンと手袋を装着する。これまで何度も経験してきたはずの手術前のルーティンなのに、いつにも増して胸がざわついていた。絶対に助けるからな。待ってろよ、すみれさん。誰にも聞こえないようにそうつぶやき、患者の体位を確認してメスを握る。アシスタントの看護師たちも一刻を争う表情でそれに応えてくれる。頭の中で工程を瞬時に組み立て、過去の経験をなぞっていく。この手術はどこが山場か、どの手順で進めれば最小限の負担で済むのか、思考が研ぎ澄まされ、手先に迷いはみじんもない。これは自分にしかできない仕事だ。そう信じてメスを入れる。長いようでいて、実際は短い時間だったかもしれない。だが、体感時間ははるかに長かった。手術を終え、最後の止血と縫合を済ませると、モニターのアラームが一つ、二つと静かになっていく。バタバタと鳴っていた心拍計のリズムが安定し、酸素濃度も正常範囲まで持ち直した。よし、危機は脱したな。俺がそうつぶやくと、看護師や麻酔科医が思わず安堵の息を漏らす。まだしばらくは経過観察が必要だが、少なくとも致命的な状態からは脱したと見て間違いない。ICU のモニターが規則正しいリズムを刻んでいるのを確認して、ようやく俺は長い息を吐いた。手術は成功したものの、まだ完全に安心できるわけではない。極度の疲労から体にかかったダメージが大きかったすみれさんは、当面の間 ICU での集中管理が必要になる。ありがとう、榊くん。やはり君の腕は素晴らしい。そこへやってきた院長が改めて深々と頭を下げる。遠巻きに見つめていた若い医師たちも顔に安堵の色を浮かべていた。俺はまだ安心はできません。経過観察が最優先です。とだけ短く告げ、病室の隣に用意された休憩スペースへ足を運ぶ。すみれさんは静かに眠りについている。手術直後で意識は戻っていないが、いつも苦しそうだった呼吸がだいぶ整ってきたように見えた。すると、そのタイミングで ICU の奥から看護師に付き添われながら完全に目を覚ましたわけではないが、うっすらと意識が戻り始めたすみれさんがストレッチャーでゆっくりと運ばれてきた。俺は彼女に近づき、小さく声をかける。すみれさん、わかるか？大丈夫だ。もう手術は終わったから、ゆっくり休んで。すみれさんは焦点の合わない瞳でこちらを見つめ、それでも
俺の顔を認めると、とても弱々しい声で口を開いた。ともやくん、手術ありがとう。言葉をつなぐのもやっとのようだが、瞳は確かに俺を捉えている。そのまま安心したように少しだけ笑みを浮かべ、再びまぶたを閉じた。安静にしていてもらうため、しばらく俺は声をかけずに見守るしかない。看護師たちがストレッチャーを別の ICU のベッドへ移し終えると、すみれさんは少し落ち着いたのか、またかすれた声で言った。医者だったんだね。苦しかったけど、ずっと声は聞こえてたよ。どれほど無理をしていても、舞台の上で華やかに光る彼女が、今こうして弱々しく横になっている。そんな姿を見るたびに胸が締め付けられ、何とかして救いたいと心から思う。とにかくゆっくり休んで、まだ油断はできないからね。彼女はわずかに首を縦に振ると、疲れ切った表情のまま、ゆっくりと瞳を閉じた。モニターが安定したリズムを示すのを確認し、看護師の一人が、ひとまず安心ですね。あとは回復を待ちましょう。と、小さく微笑んでくれる。それからしばらくして、院長から呼び出しを受け、俺は病棟を出て、少し離れた場所にある院長室へと向かった。ドアをノックし、中に入ると、そこには院長と、白衣を脱いでスーツ姿に戻った西園寺の姿があった。西園寺は、父親である院長に何か言いかけていたところだったらしく、俺が入ると露骨に顔をしかめる。来てくれたね、榊くん。院長が穏やかな口調で促し、俺はドアを閉めて一歩踏み込む。書類やファイルが散乱し、慌ただしい様子の室内は、普段の院長室とは違う緊張感を帯びていた。まずは、すみれさんの手術をしてくれてありがとう。君のおかげで彼女は助かった。できれば、今後もこの病院に戻ってきてもらえないだろうか。父さん、本気で言ってるの？西園寺はその言葉を聞くや否や、驚きと苛立ちの入り混じった声を上げる。院長は息子を一別すると、小さく息をついた。榊くんが病院を去ったきっかけとなった医療ミスの件だが、実はあれが本当に彼の責任だったのか、どうしても信じられなくてね。私はずっと独自に調査を続けていたんだよ。西園寺の表情がこわばる。さっと視線をそらし、顔を歪めるように唇を噛み締めているのがわかる。どういうことですか？俺は静かに問いかける。院長は手元の書類をめくりながら静かに言葉を続けた。みんな恐れて口を閉ざしていたが、ある清掃スタッフの女性が真実を見たと証言してくれたんだ。深夜の手術室で、榊くんではなく、別の誰かがこっそり薬剤の分量をすり替えていたところを目撃したとね。どうやらさすがに掃除のおばちゃんまでは圧力をかけられなかったらしいな。一瞬室内の空気が張り詰める。院長は書類の束の中から証言のメモらしきものを取り出す。そこには清掃スタッフが院長へ伝えたという内容が克明に記されていた。その清掃スタッフの女性が言うには、榊先生は廊下で見かけると、いつもありがとうございますって声をかけてくれたそうだ。下っ端のスタッフにまで気を配る医師は珍しいと感心していたらしいよ。だけど、言いにくいんだけど、西園寺先生の方はあまりにも陰銀無礼というか、見下されたような物腰で、あまりいい印象がなかったとね。いわゆる監視の穴といったところか、偉いと思ってる人間ほど見落とすんだよ、周囲の目線を。おかげで、疑惑の真偽を確かめる糸口を得ることができた。院長の声は静かながら含むものがあった。やがて彼は書類をテーブルにそっと置き、改めて西園寺を見据える。この証言と監視カメラの映像、さらに複数の断片的な報告が合わさった結果、どうやら榊くんの医療ミスとされていた件は誰かの工作によるものだと判断せざるを得ない。そしてその誰かが誰であるかも想像に難くない。そう言いながら院長は西園寺の名を出さなかったが、その視線は明らかに彼へ向いていた。口を開くこともできずうつむく西園寺の肩が小刻みに震えているのがわかる。静寂が落ちた部屋の中で、ただ一枚の証言メモが真実を暴いた鍵としてその存在感を放っていた。俺にはどうしても必要だったんだ。あの時どうしても外科部長の座を勝ち取るためには敵を排除しなきゃいけなかった。優秀だと評判の榊がいれば、いつまでも俺は父さんの影に隠れるままだと思ったんだ。父さんは院長だから、いずれ俺に継がせようとしてくれてはいた。でも、
病院内では院長の息子としてだけ見られて、誰も本当の実力なんて認めちゃくれない。患者が増えれば増えるほど、手術が成功すればするほど、周りは院長のコネだろう。後ろ盾があるから気が楽なんだと陰口を叩く。だけど、実際はプレッシャーばかりだった。何をしても、院長の息子だから当然だって言われる。俺がどんなに努力しても、どんなに研究しても、結局院長の七光でしかなかった。西園寺は、震える手を握りしめ、苦しげに続ける。その上、当時から榊は天才外科医なんて言われてた。俺なんかよりずっと若いのに、患者からも看護師からも慕われて、父さんにまで一目置かれていた。正直、嫉妬で押しつぶされそうだったんだよ。何をやっても、結局は、榊の方が評価される。俺は院長の息子のプライドを保つために一生懸命になっても、誰も俺を真の実力者だなんて思っちゃいない。だから、いっそ、榊を排除するしかないって、そう思ったんだ。その言葉に、院長は重々しく目を閉じ、深い短足をつく。そして、まるで息子が、幼い子供のように見えてしまうのか、悲しそうに眉を潜めて首を振った。お前がそんな卑劣な手段を使うなんて思わなかったよ。外科部長の座だろうが、院長の座だろうが、人を貶めてまで手に入れたところで、本当の意味での信頼など得られない。まして、医者として何より大切な信用と、患者の命に関わる行為を歪めるなんて、到底許されることではない。院長の厳しい言葉に、西園寺は一瞬、食ってかかりそうになったが、結局何も言えず、悔しげに首を垂れた。院長は苦々しげにもう一度息をつくと、静かに言葉を紡ぎ直す。医者は患者の命を守るために存在する。名声や地位を追い求めるのは悪いことではないが、あくまで人を救うための手段であり、それ自体が目的であってはならない。お前はその順番を取り違えたんだよ、翔。西園寺は何も返さず、小さく拳を震わせるばかりだった。彼が心のどこかで本当に求めていたのは、父からの真っ当な評価と、周囲からの神聖な信頼だったのかもしれない。けれど、それを得るための手段を誤ったことが、今や取り返しのつかない傷となって、彼自身をも蝕んでいた。院長室での一件から数日後、すみれさんは ICU での集中治療を経て、無事に危機的な状態を脱した。医師や看護師の手厚い看護が功を奏し、少しずつだが確実に回復に向かっている。そうは言っても、高熱や疲労、内臓へのダメージは大きく、舞台に立てるまでには相応の時間が必要だと医師たちは判断した。そして舞台サイドでもすみれさんの体調悪化のニュースはすぐに大きく報じられた。代役がいながらも舞台は成功を収めた。すみれさんの演技が絶賛され、今後大きな仕事のオファーが舞い込んでいるという明るい報道にシフトし始めている。マネージャーも復帰公演に合わせて何本か新作の企画書が届いていますと病室にやってきては嬉しそうに話をしていた。すみれさん自身もリハビリを兼ねてゆっくり体力を取り戻しており、医師たちからはもう少しで一般病棟へ移れるだろうと太鼓判を押されている。そして俺は今またこの病院に医師として戻ってきている。何があったとしても人を救う力を捨てる必要はないんじゃないか。君さえ望めば病院は君を歓迎する。院長はそう言って頭を下げてくれた。さらに過去の医療ミス疑惑についてもじきに公式声明を出すという。あれは俺のミスではなく第三者の工作によるものだったのだから。しかし俺は一つ気がかりを抱えていた。店のことだ。弁当屋を継いでからようやく少しずつ評判が高まってきたのに、今度は俺が医師として復帰するとなればまた店を手放すことになるのか。母はどう思うだろう。そう思ってすみれさんのお見舞いで病院に来ていた母を捕まえ、思い切って相談してみた。というわけで院長から正式に戻ってこないかって言われてるんだ。でも店はどうする？母さん一人に任せきりなんて無理だろう。俺が遠慮がちに言うと、母は笑いじわを深く寄せながら手をひらひらと振った。何言ってるの友や。あんたがいろいろ工夫してくれたおかげで売り上げも伸びて、常連さんも増えたし、人気メニューも定着したじゃない。ちょうど新しいアルバイトさんも雇えて、仕込みや接客を手伝ってくれるから、私もだいぶ楽になったのよ。腰が痛む時も助けてもらえるしね。でも、大丈夫。せっかく勉強して、あんなに頑張ってお医者さんになったんでしょ。
弁当屋はいつでも帰ってこれるじゃない。何しろうちの店の味はあんたと私で作り上げたものなんだから、いざって時はちゃんと帰ってきてもらうわよ。それに、医者として働くあんたを応援してる人は、ここにもいるんじゃないの？母はそう言って、ちらりと隣の病室の方、すみれさんの病室がある方向へ視線をやる。俺はその仕草に思わず肩をすくめて苦笑した。母はすべてお見通しのようだ。わかった。ありがとな、母さん。俺、もう少し医者をやってみようと思う。弁当屋は私とアルバイトさんでしっかり守っておくから、何かあったらいつでも帰ってきなさい。どっちが欠けても、榊の味は成り立たないんだからね。母の言葉を聞いて、胸の中がじんわりと暖かくなった。一方その頃、西園寺はというと、お前はしばらく休職しろ。外科部長の座はもちろん、すべて白紙だ。患者を危険にさらした罪は重い。院長からの言命を受け、西園寺は激しく動揺していた。医師としてのキャリアを大きく傷つける結果になり、院長の息子としての立場も大きく揺らいだ。しかし、これは自業自得でもある。院内の誰もが彼の不正行為を知るわけではないが、少なくとも上層部は把握しており、彼に対して厳しい処分を下すだろう。院長室を出るとき、すれ違いざまに西園寺が小さくつぶやいた。すまなかったな、榊。ふと足を止めて振り返ると、彼はわずかに眉を寄せ、うつむきながら拳を握りしめている。これまで出会ったどんな西園寺とも違う、弱々しくも正直な姿。お前は、あんなことしなくても、十分に上に行ける腕だろ。昔から優秀だって言われてたじゃないか。焦らなくてもよかったんだ。西園寺は苦しそうに唇を噛み、顔を上げかけたが、やはり視線は床へと戻る。わかってる！わかってはいたんだが。それ以上は言葉にならなかった。俺は静かに息をつく。彼がどれほど孤独だったのか、どれほど認められたかったのか、それが全て免罪符になるわけじゃないにせよ、今の彼の姿を見れば、少しだけ想像はつく。一拍の沈黙があった後、西園寺は振り絞るように言葉をついた。すみれのこと頼む。あいつには、俺じゃダメだ。あいつの彼氏だなんて言ったけど、そうじゃない。あいつが一番わかってるんだ。それでも俺は、そこまで言うと、悔しげに唇を震わせた。ああ、心配しなくてもちゃんと支えるよ。お前の代わりにどうとかじゃない。もともと、彼女は自分の力で舞台に立ちたいってだけだから、俺は医者として、友人として、できる限りサポートしていく。それでいいよな。西園寺は顔を伏せたまま、小さくうなずいた。彼なりの和解なのだろう。じゃあな。元気でいろよ。俺はその言葉を最後に院長室を出た。数週間後、すみれさんは ICU を出て、一般病棟での療養を終え、ようやく退院の日を迎えた。まだしばらくは通院やリハビリが必要だが、彼女の回復力は医師たちの予想を上回る速さだった。病院の正面ロビーを抜けると、外には明るい日差しが降り注いでいる。退院手続きを終えたすみれさんは、まだ完璧とは言えない足取りで、それでも嬉しそうに空を見上げた。ああ、やっぱり、外の空気は美味しいね。はは、そうだな。無理しないように。俺が隣で支えながら苦笑すると、すみれさんは少し照れたように頬を染める。復帰はいつ頃になりそうなんだ？劇団の人たちも、私の体を最優先にしてくれてる。代役の子が頑張ってくれてるし、そのうち私も何かの形でご挨拶したいと思ってる。舞台は一旦あの子が最後までやるけど、次回公演以降いろいろ新しい企画が来てるんだって、ちゃんと回復してから挑戦するつもり。そういうすみれさんの瞳には確かな決意が宿っている。もう無理にスケジュールを詰め込み、体を壊すようなやり方はしないだろう。自分のペースでしっかりと準備をして舞台に立とうとする姿勢が見て取れた。それに、実は映像の仕事も来てるの。映画とかドラマとか。私は舞台が一番好きだけど、あまりにオファーが増えちゃって、正直戸惑ってる。へえ、すごいな。それだけ今回の主役で注目を集めたってことだろ。無理しない範囲でやりたい仕事を選べばいいと思う。ありがとう。焦らず自分らしくやってみるつもり。ね、これからは私のことをもっと支えてくれる？もちろん、医者としても弁当屋としても支えるよ。それだけじゃ嫌なら、俺自身としても支えたいと思ってる。一瞬だけ視線が交わり、すみれさんは顔をあからめて
小さな声で微笑んだ。ありがとう。私もあなたが何をやってても応援してる。たとえお医者さんだろうが、弁当屋さんをやってようが、あなたはあなたなんだって思えるから。街灯の柔らかい光のもと、俺たちは寄り添うように歩く。ふと目を上げると、白母の空にかかる月が静かな光を放っていた。今まで別々に歩んできた道が少しずつ交わり始めている。そんな予感が胸の奥に広がっていく。あの夜、偶然にもすみれさんを支えた弁当屋の店先。すべてはそこから始まった。俺たちはあの時よりも少しだけ強くなって、これからもそれぞれの道を歩んでいくのだろう。共に支え合いながら、あるいは同じ未来を見つめ合いながら。